どうも、日本語で喋りましょうの岡野です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開しています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい。今日は給食について話したいと思います。皆さんは給食って聞いたことありますか？給食というのは簡単に説明すると、学校で作ってもらうお昼ご飯のことです。大抵日本の小学校と中学校では給食を食べる、お昼ご飯を学校で作ってもらうのが一般的なんです。僕は中学校の時は実は給食がなくてお弁当を家から持って行ってたんですけど、小学校の頃は毎日学校で給食がありました。なので今日は日本の給食について皆さんに紹介したいと思います。で、まずは給食の歴史から話していきます。給食の歴史っていうのは意外と長くて、明治時代、だいたい1889年頃から始まりました。その後、1950年代頃から一気に広まって、で、一般的になっていきました。でも、その当時は、例えば、鶏肉とか豚肉とか、すごく高かったんです。なので、その鶏肉と豚肉の代わりに、クジラのお肉を食べるのが実は一般的だったんです。ちなみに僕はクジラの肉は食べたことありません。一回も食べたことないです。で、現在もクジラのお肉はお店で食べられると思います。でもそこまで一般的じゃないと思います。例えば普通のお店とか居酒屋に行ってクジラの肉は普通はないと思いますけど、検索すれば食べられるところもあると思います。で、次に給食の特徴についても話したいと思います。まず最初の特徴は栄養バランスです。給食っていうのは子どもたちの健康のために、主食と呼ばれるパンとかご飯、それから主菜、肉とか魚ですね。それから副菜、野菜とかサラダとか、あとはデザートとか牛乳など、いろんなバランスの取れた食事が基本です。そのために栄養士さんという人たちが学校にいて、でその人たちがバランスの取れた食事、バランスの取れた献立を考えてくれます。で、日本では食育という言葉もあります。食事と教育を合わせた言葉です。食育。で、食育というのは好き嫌いしないでバランスよく食事をすることです。で、それだけじゃなくて、食文化について学んだり、食事に感謝すること、食べ物に対する感謝についてもこの食育で学びます。なので大抵日本の給食食べる前にはいただきますと言って食べた後に必ずごちそうさまでしたとみんなで一緒に言います。それから給食では地元の食材を使ったりもします。なので地元で作った例えば野菜とかをその給食の中で食べることができるので、地域によって、それぞれいろんな給食のメニューがあるんです。それぞれの地域によって特色があるんです。で、次はなんで給食が大事なのかということもちょっと話したいと思います。まず第一に給食っていうのは食べるだけじゃなくてコミュニケーションの場でもあるんです。給食の時間、お昼の時間は学生同士、クラスメートと一緒に、給食を大抵食べます。クラスメートたちが何グループかに分かれてみんなそれぞれのグループで食事をします。なのでその時に
一緒に話す機会があるので、コミュニケーションの場になるんですね。で、それだけじゃなくて、大抵給食を食べる前に、給食室、キッチンみたいなところですね。給食室からクラスメートと一緒にその食べ物を運びます。一緒に運んできて、で、その後配膳します。クラスメートのみんなにご飯を、配ります。で、それからクラスメートと一緒に食事をします。なのでみんなで協力し合うことによって社会性についても学ぶことができます。あと時々ね、例えば誰かが休んだりしたらパンとかデザートとかが余ったりするんですね。その余った食べ物をめぐってみんなでじゃんけんをして、で勝った人がそれを食べれるみたいな、こういうイベントみたいなところもあって、ちょっと楽しかったな、給食は楽しかったなっていう記憶があります。で、それだけじゃなくて、給食っていうのは全員食べられます。なので、例えばお金持ちの家庭の子供も、貧乏な家庭の子供も、みんな食事の機会があります。なので、全員平等にバランスの取れた食事ができるっていうのも、給食のいいところだと思います。それから、今、給食はどうなっているのかというと、最近ではどんどん給食っていうのは変わっていっていて、で、例えばアレルギーがある人とか、宗教的な理由で食事制限がある子供っていうのも最近は多いですよね。なので、そういう子供たちのために配慮したメニューが最近では増えているんです。これは僕が学生の頃は正直あんまりなかったです。例えば牛乳とか、乳製品、バターとかが食べれない子はもちろんそういうのを避けて食べないようにしていたんですけど、宗教的な理由で食べられない学生っていうのは僕の周りにはいなかったので、これはちょっと最近どんどん増えてきているのかなと思います。それからね、最近では外国の食文化も取り入れたりして、食を通じて外国の文化を学ぶようにもしてるみたいです。これも楽しいですよね。食べながらその他の国についても学ぶ。で、もちろん日本についてもそこで学べるので、食からいろんな学べることっていうのは多いですよね。で、それからこれもすごい今っぽいなって思ったんですけど、最近は給食のデジタル化っていうのも進んでいて、給食のメニューをデジタル化して、で、親ですね、学生の親が事前に献立を確認できるようにしている学校も増えているみたいなんです。これすごい便利ですよね。僕は今親じゃないんですけど、もし自分が親だったらやっぱり子供が何を食べているのかっていうのを知りたいし、それがデジタル化してスマホとかパソコンで見れるっていうのはすごい便利だし安心できますよね。で、僕が個人的に好きだった給食のメニューはカレーと冷凍みかんです。もちろんね、皆さん日本のカレーすごい有名なので食べたことあるかもしれませんけど、給食のカレー、これはすごい美味しかったです。で、これは本当かどうかわからないんですけど、よく言うのはカレーは大きい鍋で作った方が美味しいって言われています。なので給食でカレーを作るときはすんごいたくさんの量を一気に作りますよね。だから普通の家で作るカレーより給食の方がちょっと美味しかったような気がします。で、他に人気だったメニューは揚げパンです。揚げパンというのはパンを油で揚げて、でその上に砂糖をまぶしたものなんですけど、これすごい人気だったんですけど、僕正直甘いのが苦手だったので、みんなは好きだったんですけど、僕は正直あまり好きじゃなかったです。ちょっと甘すぎました。それから最近では日本で給食を食べられるお店っていうのもあるみたいです。なので皆さんもし給食に興味があったらぜひこういうお店を探してぜひ体験してみてください。ということで今日は給食について話してみました。皆さんの国でも給食がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったらポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。
今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。